巨大なソニーやサムスンといった世界的メーカーの陰で全く違う戦略で世界シェア 90% を握って、90% ですか？密かに高収益を叩き出している日本の企業があるんです。今回はそんな知られざる絶対王者の最新 IR 資料と決算データをもとにその正体を徹底解剖していきます。はい。私たちの生活の裏側でそんな企業が活躍しているんですね。なぜそんなに強いのか、そして今がチャンスなのか、すごく気になるテーマだと思います。今日この徹底解剖を聞けば、あなたも明日からニュースの見方が少し変わるはずです。早速ですが、この企業が圧倒的に強い理由は大きく3つあります。3つですね。はい。結論からお伝えしますね。まず1つ目が、高電子増倍炭における圧倒的な特戦力。2つ目が、あえて激戦区を避けるニッチトップ戦略。そして3つ目が、基礎研究との二人三脚。なるほど。まずは1つ目の、その高電子増倍炭ですが。現場ではよくホトマルって呼ばれるんですけどね。このホトマルの分野で、なんと世界シェアの約 90% という独占力を持っています。つまり、特定の部品で世界を完全に牛耳っているということですか？まさにそういうことです。このホトマルの凄さを例えるなら、私たちが普段使っている普通のカメラが、明るい昼間の風景をきれいに撮るための誰でも運転できる汎用車だとしたら、はい、汎用車？このホトマルは漆黒の闇の中で何キロも先にある針の穴を見つけ出す特注の F1 マシンなんです。なるほど。F1 マシンですか。極限の精度が求められる領域というと、例えば医療分野とかですかね。そうですね。まさに血液分析とか、がんを発見するペット検査などの最前線で使われています。それから医療だけじゃなくて、スイスのサーンで行われた素粒子観測のような歴史的な学術研究でも不可欠な存在なんですよ。大手が量を追うのに対して、こちらは極限の質で勝負しているわけですね。で、それが2つ目の理由であるニッチトップ戦略につながります。スマホ用のセンサーみたいに大量生産で価格競争になるような市場、いわゆるレッドオーシャンにはあえて手を出さないんです。激戦区には行かないと。はい。そして3つ目の理由が基礎研究との二人三脚ですね。売上の約1割を研究開発費に投資しているんです。1割ですか。製造業としてはかなり思い切った投資ですね。そうなんですよ。ノーベル賞級の研究をしっかり裏で支えることで、数十年後の未来の技術の種を仕込んでいるんです。例えば量子コンピューターとかレーザー核融合とかですね。目の前の利益だけでなく、未来のインフラに投資しているんですね。さてここからが今日一番大切な話です。はい。では具体的な数字の検証に入っていきましょう。直近の業績、第3四半期累計と第1四半期のデータですね。決算内容ですね。どうなっていますか？結論から言いますと、売上高は堅調に推移しているんですが、営業利益は前期比で大きく減少しているんです。いわゆる増収減益という状態ですね。つまり、利益が減っているイコール悪いことと捉えていいんですか？そこが少し違っていて、理由としては、米国相互関税による市場の不透明化とか、米国政府の研究予算削減による医療バイオ機器の苦戦もあるんですが、大きいのは NKT フォトニクス社などの M&A、企業買収による経費増が重なったためなんです。M&A の費用ですか？はい。これを例えるなら、将来家賃収入を得るために、今は住宅ローンを組んでマンションを買った状態なんですよ。なるほど。手元の現金や利益は一時的に減りますけど、将来の資産を増やしている段階だということですね。まさにそういうことです。ここで今の同社の状況を AI の分析みたいに過去比、競合比、市場平均比の3つの軸で結論を構造化してみましょう。わかりやすいですね。お願いします。まず、独自の定義でお伝えすると、今の彼らは不況に強い要塞型財務を構築している状態です。要塞型財務。まず1つ目の過去比ですが、確かに利益は直近で落ち込んでいますが、ただ、未来の売上の種である受注額や受注残高は、来期の FY26 に向けて昨年以上に順調に推移しているんです。ということは、一時的な落ち込みを経て、V 字回復の兆しがある可能性があると。はい。そして2つ目の競合比です。汎用品を作る競合メーカーが価格競争に巻き込まれている中で、同社は高付加価値モジュールのおかげで、営業利益率 20% 超を狙える独自の高収益体質を維持しています。利益率 20% 超は製造業としては驚異的ですね。そうなんですよ。そして3つ目が市場平均比、トピックス比ですね。トピックスの平均的な企業と比べてどうでしょうか？トピックス平均と比較しても、
自己資本比率が約 77% 前後と非常に高いんです。しかも潤沢な手元流動性、つまりすぐ動かせる現金が970億円もあります。970億円。それだけあればまさに不況に強い要塞と言えますね。はい。で、今回私が一番痺れた数字がですね、株主還元の本気度なんです。株主への還元ですか？ええ。配当成功 30% をめどとする方針に加えて、DOE、つまり自己資本配当率で 3.5% の下限を設定して安定配当を約束しているんです。なるほど。単年の利益が減っても蓄えがある限りは配当を減らさないという強い意志ですね。その通りです。さらに上限200億円、最大1500万株の自社株買いも発表しました。割合にして 5.02% にもなります。つまり利益が減っていても将来への自信と株主への還元姿勢は全くブレていないということですね。まさにそういうことです。さて、ここからはこの企業に吹いている追い風と乗り越えるべきハードルを整理していきます。投資においてはポジティブな面だけでなく潜在的なリスクや懸念もセットで把握する必要がありますからね。まずは追い風からお願いします。最大の追い風は産業用機器分野の絶好調です。AI 半導体の需要拡大に伴って半導体検査装置向けの光源やセンサーがすごく好調なんです。半導体の検査ですね。ええ。特に HBM、高帯域メモリ向けの故障解析装置も伸びています。HBM の内部構造は非常に複雑ですから、その解析技術は極めて高度ですよね。はい。これを例えるなら、超高層ビルの配管のどこから水漏れしているかを、外からレントゲンで一瞬で見抜くような技術です。ああ、建物を壊さずに内部の欠陥を特定する。それは他社には真似できないですね。では一方で、乗り越えるべきハードルは何でしょうか？やはり地政学的リスクですね。米国の関税や中国の動向は注視必要です。そして為替の変動。外貨建ての取引が多いですからね。ええ。仮に1ドルを150円の固定換算で考えた場合、為替が1円変動するだけで年間約3億円規模の営業利益に影響が出ます。つまり、150円で計算していたものが円高になって149円になれば、海外で稼いだドルの価値が円に換算した時に目減りして利益が3億円減ってしまうという意味です。なるほど。ドル、円、そしてそれが業績にどういう意味をもたらすか非常にわかりやすいです。もう一つ、これは内部の課題なんですが、熟練の職人技、いわゆる匠の技への依存というハードルがあります。つまり特定の職人さんの技術が途絶えたら危ないということですか？おっしゃる通りです。ただ、そこは企業側も熟手している規定路線なんですよ。対策を打っていると。はい。現在、社内 DX や全社的な統一 ERP システムへ莫大な投資を行っています。これは乗り越えられる前提の話ですが、技術のデジタル化と業務改善に全力を挙げて属人性を排除しようとしています。職人技をデータ化して組織全体としての効率化を図っているわけですね。ええ。もしこのハードルをクリアして AI 半導体検査や次世代の量子技術での優位性を保ち続けることができるなら、はい。世界中のインフラを根底から支える絶対的な苦労としてさらなる飛躍を遂げる可能性があります。絶対的な苦労ですか？はい。私たちの生活はスマートフォンも AI もそして最先端の医療も全て光の技術なしでは成立しなくなっています。確かにそうですね。もし将来人類がエネルギー問題を解決するレーザー核融合や計算の限界を突破する量子コンピューターを完成させたとき、その中心にこの日本の職人技が存在しているとしたら、あなたはこの光の技術が次に私たちのどんな未来を照らし出すと思いますか？投資解説は情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の最終判断は必ずご自身の責任で行ってください。もしこの動画が面白かった、ためになったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価もお願いします。今日もありがとうございました。